夏の壮烈。海の近くの駅で彼は電車を降りた。駅から続く道は今は商店街だ。しかし彼が小学生の頃はまだ土の道だった。その道を歩きながら彼は昔の自分を生々しく思い出していた。戦争が終わる年、彼は3ヶ月くらいここに住んでいた。空襲で東京が燃えてしまったから疎開したのだ。終戦以来、今日まで俺は一度もこの町に戻らなかった。東京の大学を出て会社員になった。そして今、出張の帰りにこの町へ立ち寄った。見覚えがある道を歩いた。踏切は昔のままだった。遠くから海の音が聞こえる。丘の上の松も昔と変わらない。その丘を越えて、急に彼は止まった。広い芋畑の向こうに、喪服を着た人々の葬列が動いている。一瞬彼は呼吸を忘れた。あの時と同じだ。彼は昔同じ光景を見た。広い芋畑の向こうに喪服を着た人々の葬列が動いている。彼は白いワンピースを着たひろこさんと並んでそれを見ていた。東京からこの町へ疎開した子供は彼とひろこさんだけだった。ひろこさんは2歳年上で勉強がよくできた。彼が地元の子供たちにいじめられるといつもかばってくれた。2人はいつも一緒にいた。その時も彼はひろこさんと2人だけで海岸で遊んだ後だった。お葬式だわ。とひろこさんが言った。この町の葬列は子供が近づくと甘いお菓子をくれるのよ。お母さんがそう言ってた。甘いお菓子？戦争末期は食べ物がなかったからみんな飢えていた。甘いものは特に貴重だった。本当？僕らにもくれる？そうね。くれるかもしれない。行ってみようか。じゃあ、競争だ。彼は叫んで走った。ひろこさんは道に沿って走っていた。彼は近道をしようと思って芋畑の中を走った。芋のつるが足に絡みついて転びそうになった。その時、突然爆音が聞こえた。関西駅だ！誰かが叫んだ。彼は急いで芋畑の中に倒れた。戦闘機が大きい音と一緒に頭の上を飛んだ。誰かが泣いていた。ひろこさんの声じゃない。2機だ！隠れろ！また来る！別の誰かが叫んだ。そこの女の子、走らないで！白い服は目立つから標的になる！白い服。ひろこさんだ。ひろこさんが死んでしまう。しかし彼は芋畑の中から動けなかった。やがて誰の声も聞こえなくなった。戦闘機の爆音だけが続いていた。急に白くて大きいものが彼の視界に入った。さあ、一緒に逃げましょう。大丈夫？真っ青な顔のひろこさんが彼に言った。
彼は何も言えなかった。怖くて動けなかった。何をしているの？さあ、早く！あ、僕はひろこさんと一緒に殺される。僕は死んでしまう。と彼は思った。嫌だ。ひろこさんと一緒にいたら僕も標的になる。何言ってるの？助けに来たのよ。早く防空壕へ。嫌だ。ひろこさんと一緒には行きたくない。彼は夢中で彼女を突き飛ばした。その時、すごい音がして芋の葉が飛び散った。彼が突き飛ばしたひろこさんはゴムボールのように弾んで空中に浮いた。葬列は芋畑の中を進んでいた。記憶の中のあの日の光景に似すぎていた。彼は自分には夏以外の季節がなかったような気がした。自分を助けに来た少女を突き飛ばして殺した夏。戦争中のあの夏に自分はずっと生きていたような気がした。ひろこさんは太ももを打たれて白いワンピースが真っ赤になっていた。男たちがすぐ彼女を家に運んだ。彼女がその後どうなったか彼は知らない。その次の日、戦争が終わったのだ。彼は家族と東京へ戻った。葬列が近づいた。棺の上に亡くなった人の写真があった。女だ。まだ若い。30歳くらいだ。もしひろこさんがあの時死ななかったら、今は29歳。写真の顔はひろこさんによく似ていた。いや、間違いない。ひろこさんだ。彼は胸が苦しくなった。俺は人殺しじゃなかった。ひろこさんは最近まで生きていたんだ。彼は葬列の後ろを歩いている子供たちに聞いた。亡くなった人は足が悪かった？あの時ひろこさんは太ももを打たれた。完全には治らなかったかもしれない。ううん、体はどこも悪くなかったよ。と一人が答えた。よかった。あの怪我は治ったんだ。彼は笑った。自分が人殺しだと思っていたのは、ただの幻影だった。俺の悪夢は終わった。じゃあ、何の病気で死んだの？この人。彼は軽い気持ちで聞いた。すると、別の子が答えた。このおばあさんは心の病気だったんだ。おととい、川に飛び込んで自殺した。え、おばあさん？あの写真は30歳くらいに見えるけど。ああ、他に写真がなかったんだ。あれは昔の写真だよ。また別の子が言った。おばあさんは十数年前に戦争でたった一人の娘を亡くしたんだ。この芋畑でアメリカの戦闘機に撃たれてね。それからずっと心の病気だったんだ。彼はひろこさんのお母さんの葬列を見送った。子供たちは芋畑に入って遊び始めた。彼は遠くなる棺をじっと見ていた。心の中に封印していた一つの夏と一つの棺。今、その棺は二つになった。
あの日から俺はこの街を避けていた。今日ようやくあの夏の記憶を過去のものにできると思って、この街へ立ち寄ったのに。やがて彼はゆっくりと駅へ歩き出した。芋の葉の匂いがする。太陽が眩しい。海の音が聞こえる。電車が線路を走る音。彼はふと未来のどこかの夏、自分はまた今と同じ風景を見て同じ音を聞く気がした。そして自分は夏のいくつかの瞬間を痛みとして思い出すのだと思った。もう逃げる場所はないのだ。